お兄さんの最近の悩みは動画のコーデックが多すぎてわけがわからん。どうも熊五郎兄さんです。本日はこちらじゃん。なんか危険なマークがついてますが、ちょっとまだね開封してないんですけど、公式ショップで買ったらシンガポールから届きました。そう、なんかいろいろセットになってたんですけど、箱かっこいい GoPro Hero 9 Black スペシャルバンドルアクセサリーインクルーデッド、アクセサリー付きを買いました。かっこいい。いくらだったかな、全部で6万ぐらいだったと思う。はい。SD カードもついてるぞ。サンディスクエクストリーム 32GB。ありがとう。説明書とクリップだね。よくあるやつだね、これ。棒。まあ、ちょうどお兄さんのぐらいだね。あとバッテリーが2個入ってて、はい、カメラ本体。ちっちゃいね。いい感じだ。あとはなんか固定金具のやつだね。USB Type-C だね。あとこちら、拡張ケースみたいなやつですね。マイクがついてて、あとはマウントのシューがついたりとか、あと外部電源差しっぱなしにしたりとか、HDMI 出力がついてるのかな。これが、なんかセットで買うと6000円とかそんなもんだったと思います。はい、ということで、買っちまいました。GoPro。で、GoPro 何に使うのって思ったじゃん。アクションカメラっていうのは多少動いてもね、手ブレ補正してくれたりとか、その辺が強みだと思うんですけど、基本的にお兄さんはね、腰を振りながら撮影します。皆さんはね、そもそも腰を振る機会がないと思うんですけど、今、ここのモニターに映ってる映像あるじゃないですか。ちょっと今外しますね。このカメラを映すの多分初めてだと思うんですけど、Canon IBIS HF-R21 っていうカメラで、だいぶ調子よくずっと使ってたんですけど、一つ問題点があって、60p で撮影ができないんですよ。一番早くて 60i。で、なんかいろいろ制約があったんだよね。それに伴って、今この撮影してるのがソニーのハンディカムなんですけど、ソニーのハンディカムもこれの設定に合わせて 60i で撮影してるんですね。ただ、動画編集するのにインターレース必要ないじゃないですか。なので、ぜひ 60p でね、撮影していきたいなと思って、今回このカメラを退役させて、で、今この撮影してるね、ソニーのハンディカム CX670 ってやつかな。これを、上カメラに変更して、GoPro を、今みたいにね、横からのアングルのカメラにしていこうと。お兄さんの撮影環境をちょっと更新する感じですね。で、GoPro っていうと広角カメラじゃないですか。なので、机とかもね、多分もうちょっと広く映せたりとか、いろいろいいことあるかなと思って買いました。お兄さんが欲しかった機能っていうのは、撮影しながら HDMI 出力ができるっていうこと、あと音声入力があること、で、電源つなぎっぱなしで使える。で、あとちょっと広角がいいな。この辺クリアできる5、6万のカメラっていうともう GoPro になっちゃうんで、これにしました。で、この Canon の IBIS はね、退役になっちゃうんで、今撮影してるソニーのハンディカムと GoPro Hero 9 Black と、多少比較しながらね、どんな感じなのか見ていこうと思います。まずはセッティングしようか。ちょっと本体見ていこうか。電源、録画ボタン。そんだけだね。あとここがカバー。バッテリーの入り口と充電端子だね。USB Type-C。GoPro バッテリー。入った。お兄さんこれ使わないんですよ。どうやって取んだ？取りたい。取れた。横カバーは取ってしまって、これだね。メディアモッド。書いてあるね。ウェザーレジスタントダイレクションマイク。3.5mm マイクポート。HDMI アウトポート。USB-C ポート。これです。これマイクのモフモフだね。で、これを、開いた。ちょうど USB がこことここにあるんで、これをぶっ刺すと。入った。で、カバーをつけちゃう。外部マイクがついたね。HDMI、USB Type-C。こっちはマイク端子。いいじゃない。欲しいのが全部揃ってます。で、これは何なの？これか？なんだこれは。GoPro の固定方法がわかりません。カメラレジないんだね。元のやつはこれだ。なんかマウントっぽくなったよ。でもカメラネジないよね。どうすんだ？ちょっとわかんねえな。ウィンドガード。SD カード入れ忘れた。SD カードは中だな。SD カードここだね。入った。問題は三脚よ。三脚は付けさせて。ちなみにこれはいらないです。これ上げて入れるんだ。入った。入るわ。これで抜け止めか。理解できました。いや、このマウントは別に使いたくないんですよ。
よく見るこれだね。普通の三脚につかないんだね、これね。オプション変えってかい。まあいいや、そしたらちょっと充電してみよっか。充電始まったね。電源入れてみます。来た。GoPro English。お兄さんは本当はフレンチなんだけど、日本語にしとこう。GoPro アプリにカメラを接続するとメディアを簡単に転送、編集、共有することができます。メディアモジュラを接続しました。マイクは前面に設定されています。変更するか、ショートカットを設定する場合はビデオ設定をタップします。はい、映ってます。あ、いいね。フル HD60 になってるね。120fps とか設定できますね。240までいけんだね。すごいね。広角ワイド。なんかね、反応が微妙。広角とスーパービュー。超広角か。はい、録画。GoPro アップデートします。なんかアップデートするとタッチパネルの調子良くなるらしいよ。これかな？ペアリングか。カメラを接続。Bluetooth をオンにしなきゃいけないんだね。ヒーロー9ブラック。うまくできないっぽいな。GoPro アプリを選んで、この画面になったら続行。ダメだよね。接続しないね。ちょっとリセットします。あ、見つかりました。出たね。接続。来ました。はい。カメラの更新。メニューと設定のタッチスクリーン性能改善。これをやりたかった。お、来たね。更新してくれい。結構かかるな、これ。なんか30分経っても終わんなくて、なんかバグったみたい。強制的に再起動させました。大丈夫かな？すんげえ調子悪い。更新が完了しました。絶対嘘だよ、これ。絶対嘘。なんでスマホでやらせるんだろうね。接続しました。こっちは接続できませんでした。こんな状態です。なんかもういらないんだよ、こんな機能。さっさと更新してくれよ。すんげえ調子悪い。本当かよ。更新できたらしいよ。途中で強制シャットダウンさせたんだけどね。一応バージョンは 1.6 になったね。モジュラーが認識してないのかな？このマイクの前後切り替えができるんですけど、その設定が出てこない。あ、接続中になった。はい、リセットしたら動きました。で、マイクの切り替えもここに配置できました。タッチパネルの反応は良くねえよ。マジで。背面、前面、本体カメラのマイクの切り替えですね。背面にしとけば自分の声が入ってきますね。いや、これマジで辛い。あと、ここの三脚に固定するためのカメラネジのアダプター買いました。明日到着かな？結構ね、広角いいですよ。やっぱ広く映る。あ、自撮り楽だね、これ。前面にも液晶ついてるんで、自撮りが超楽。自撮りしないけどね、お兄さんは。前後とも表示してくれますね。ちょっと広角具合比較するために、サイドカメラからの画像を出してみます。はい、これがいつもの画角ですね。こんな感じ。結構やっぱ狭く感じるよね。だってこの追廃液晶から壁まで1メートルちょいありますからね。じゃあ GoPro の広角で撮ります。同じ場所からだとね、こんな感じ。すごいよね。左に見えてるのが確認用のモニターで、壁の工具まで見えちゃうね。なので結構近づけて、この辺で撮ると同じぐらい。こういう感じだと結構広く見えるよね。超広角っていうのをやってみるね。これが超広角。これはすごいね。同じ位置からだとね、こんな感じです。カメラ位置で調整するとしたら、この辺かな。これはだいぶ広く見えるよね。これにしようかな。なかなかいいよね。あと今この音声はメディアモジュラーのリアマイクで撮ってるんですけど、外部マイクつないでみようか。いつも使ってるやつ。音声が撮れてなかったんで、撮り直ししてます。机はこんな感じ。なんだこれは。工具の棚ですね。こう見るとかっこいいんですけど、下は超散らかってます。これが撮影ブース。流し、カーボンヒーター、ルームツアーは以上です。あとね、こんなのも買いました。首掛けのマウントですね。これはね、1000円ぐらいで買いました。あ、GoPro のマウントで。これで首掛けして、胸のあたりにカメラが来ると。カメラの角度も変えられると。なかなかいいね。FPS 視点になります。ちょっとね、今度このポジションで1個撮影したいのがあるんで、それはそれでちょっとお楽しみにしてください。はい。今編集中なんだけど、今これ追加で撮影してます。このメディアモジュラなんですけど、すごい問題点があって、ここの USB-C 端子から映像の転送ができないっぽいです。で、ぽいっていうのは、
GoPro が問い合わせ繋がらない。全く繋がらないです。1時間経っても2時間経っても連絡取れません。なのでカメラ機器とかにちょっと疎い方とかは手出さない方がいいかもしれないです。全然連絡取れません。今もね、1回も連絡取れてません。この USB-C の使用について問い合わせしてるんですけど、返答もないです。なので、お兄さんの言ってることが間違ってる可能性もあるんだけど、ここからデータ転送ができないのね。そうするとどうなるかっていうと、全部ばらさなきゃいけないんですよ。このね、回しづらいつまみを回して、これを取って、で、これを畳んで、開けて、これを抜きます。それで初めて SD カードにアクセスができます。これですね。で、毎回こんなんやってらんないじゃん。しかもね、接触不良とかも起きやすいんで、正直1回つけたら撮りたくないんですよ。で、お兄さん GoPro 公式サイトで買って、一緒にサブスク契約もしてるんですね。クラウド使えるようになってるんですよ。で、クラウドだったら、これ開けなくてもデータ転送できるので、このメディアモジュラ使う方は、クラウドの契約も一緒にしちゃった方がいいかもしれない。ちょっとやってみるね。まだアップロードしてないんだけど。で、GoPro 本体の Wi-Fi 設定は、このクイックっていうアプリでやります。カメラ選んで、これね、自動アップロードの管理。で、Wi-Fi の設定ができます。で、今自動アップロードをオンにしてるんだけど、で、自動アップロードをオンにしてると、電源をつないだらアップロード開始するみたいです。で、さっきね、ルームツアーのところ撮り直ししたんだけど、その動画が今これに入ってるんで、ちょっとやってみるね。これがちゃんとできれば、メインカメラとしてちゃんと使えると思います。ここに USB を接続。充電だったね。アップロードの開始。お、Wi-Fi 繋がった。あ、結構時間かかるね。どれぐらいだろう ?3 分ぐらいの動画だと思うんだけど、もうすぐ終わりそうだね。お、来た。どれぐらい ?4、5分かかった？なので撮影時間と同じぐらいの時間アップロードにかかる感じかな。20分ぐらい撮影したら20分ぐらいでアップロードできるっていう感じなんじゃないかなと思います。回線状況にもよるんだろうけどね。で、あとね、この撮影画面見ればわかるんだけど、1080の50ってなってるでしょ？お兄さんがやりたかった 60p での撮影ではなくて 50p になっちゃってます。その理由はね、60p にすると蛍光灯のフリッカーがめちゃくちゃ出る。で、シャッタースピードの設定あるかなと思って調べたらね、ここにあるのね、アンチフリッカーって。これを60にするとめちゃめちゃフリッカー出るんですよ。で、この設定がそのまま撮影のフレームレートになっちゃうっていうものすごい仕様なんで、日本の西側に住んでる人は 60p 撮影諦めた方がいいかもしれないね。屋外とかだったらいいけどね。この環境はいいんだけど、お兄さんのね、メインディスクが蛍光灯入ってるんで、すんごいフリッカー入っちゃうんですよね。そんな感じです。はい、今回は GoPro Hero 9 Black とメディアモッド開封して動作チェックやってみました。どうですかね？とりあえずアップデートはなんかちょっと苦戦しましたけど、それに関しては GoPro が悪いのか、お兄さんの携帯が悪い可能性もあるんで、なんとも言えないです。実際のところ実践投入してみないとなんとも言えないですよね。ただ手持ちで撮る分には最高だね。スムーズだし、軽いしね、これ。普通の三脚のカメラネジがついてないのがちょっとね、使いづらいかもしれないです。自分の使いたいようにカスタマイズしていくカメラっていう感じなんですかね。GoPro じゃないと表現できない映像とかっていうのもあると思うんで、せっかく買ったんでね、いろいろ挑戦していきたいと思います。はい。ということで、本日はわらび餅宇治抹茶ラテゼリー。ゼリーですよ。はい、いただきます。まずはね、生クリームと抹茶ムースかな、これ。上の部分だけいただきます。お、美味しい。上品な甘さと抹茶の香りがいいですね。じゃあ次は、下の抹茶ゼリーだけ食べてみます。黒蜜かな？なんか入ってるよ。あ、美味しい美味しい。黒蜜ゼリーなんだ。この抹茶のわらび餅と黒蜜のゼリーですね。これ美味しい。抹茶のなんだろう。変な匂いとかも一切ないね。和菓子っぽいちょうどいい甘さ。クリームと一緒に食べるともっと美味しいわ。やっぱ黒蜜って必要なんだろうね。うまいもん。あと生クリームがちょっとだけ入ってるのがね、結構いいよ。生クリームがちょっとだけ入るとね、味がだいぶ変わる。あ、美味しい。高いんじゃない？あ、でもそうでもないね。税込み280円。わらび餅宇治抹茶ラテゼリー。製造者、わらびや日用デザート工場。カロリー223キロカロリーだから、カロリーもそれほどじゃないよ。これ結構おすすめかも。はい、ごちそうさまでした。はい、ということで、熊五郎兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あと最新動画が通知いくように通知ボタンオンにしておいてください。それではまた熊五郎兄さんでした。バイバイ。